皆様こんにちは。宇治原実です。日本を元気に、日本人の美徳チャンネルです。本日のテーマです。東条英機の爆弾証言その2回目。日本軍の捕虜虐待は捏造である。東京裁判で日本が厳しく裁かれたのが本日のテーマ、捕虜虐待の罪です。これでたくさんの日本兵が処刑されました。本日は東条英機の宣誓供述書の中で、不慮、つまり捕虜取り扱いに関する問題について、その真実に迫りたいと思います。きっと皆様驚かれることでしょう。東条さんは述べています。率直に申し上げれば、私は私の全職務機関において、犯罪行為をなしつつあり、などと考えたことは未だかつて一度もありません。私としては各申し上げるほかありません。と言い切っています。知らぬ、存ぜという態度ではなく、良心に照らし合わせて心当たりがないと述べたのです。彼は捕虜取り扱いについて2つの事例を述べています。その1、マレー半島でのいわゆるバタン半島事件。その2、対面鉄道建設問題。タイとビルマを結ぶ鉄道です。地図で確認します。バタン半島事件はフィリピン、対面鉄道はタイとビルマです。1のバタン半島事件をバタン死の行進と大々的に宣伝したのは連合国側ですり替えをしました。捕虜たちはバタン半島のジャングルの中で放っておけば全員餓死するところでした。日本兵は自分たちより屈強な米兵が武器も十分あるのになぜ恥ずべき捕虜になるのか理解できませんでした。その原因は指揮官マッカーサーが自分たちを見せて敵前逃亡し、米兵は戦意を完全に喪失したためです。日本軍は収容施設のあるマニラまで日本兵の何倍もの数の捕虜を連行することになります。日本兵は何十キロも行進することが普通でしたが、米兵は移動にはトラックを使うため、苦情が噴出します。日本兵は銃や装備を担ぎ、はるかに過酷だったのです。収容所まで歩くほかなく、マラリアにかかった兵士は衰弱して途中動けなくなりました。また、少ない自分たちの食料を捕虜にも分け与えました。ごぼうを与えては木の根っこを食べさせられた。納豆を与えては腐った豆を食べさせられた。と抗議です。食習慣の違い、当時は精一杯のご馳走でした。そもそもマッカーサーが原因を作りながら責任を隠し、逆に捕虜虐待の罪で多くの日本兵を処刑したのが真実です。日本は訴えられるとはよもや思いませんでした。その2、対面鉄道建設問題について、タイとビルマをつなぐことから対面鉄道と呼ばれます。この鉄道は当時占領下にあったビルマへの補給ルートとして日本軍によって建設されました。建設が不可能と言われた難工事をわずか1年4ヶ月で完成させました。写真は当時のままです。ここに戦前の日本の鉄道技術の高さを紹介します。台湾縦貫鉄道、それに朝鮮半島縦断鉄道です。この時すでに急行まで走らせています。さて、工事を急ぐあまり動員された捕虜や労働者に不幸にも多くの犠牲者を出しました。建設の作業員には日本兵1万2000人、連合国の捕虜6万2000人ほか、多数の民間人が動員され、映画戦場にかける橋の舞台にもなりました。東条英機歴史の証言の著書、渡辺正一氏は次のように記しておられます。私はビルマの捕虜虐待について貴重な話を知っています。戦争が終わると、日本とイギリスとの間には何ら利害が衝突するようなこともなく、極めて良好な関係がありました。終戦後、ビルマのイギリス人捕虜も日本に来たし、日本の捕虜もイギリスに行ったりして、交流を深める機会を作ったのです。当時、捕虜収容所の監督をしていた日本の将校が、戦後、捕虜虐待の罪で死刑になったという話が出たらしいのです。そうすると、イギリスの元捕虜たちはびっくりして、それはおかしい。確かに自分たちはひどい目にあった。けれども、日本兵も良い生活をしていなかった。死刑になるようなことをされた覚えはない。と言ったわけです。彼らこそ戦場に架ける橋にもなったタイのクワイ川の橋の捕虜たちでした。彼らは靖国神社にお参りしました。引用は以上です。東条さんは陸軍大臣として、この工事に捕虜を使用することに同意を与えました。この工事は前線からはるか後方にあり、ハーグ条約及びジュネーブ条約で捕虜に労務が禁じられている前線での作戦行動の一部とは認められません。また、日本兵が設計、率先して工事している点です。これは非常に重要な点ですが、
連合国側は隠しました。本来何ら問題に当たらない行為ですが、これが戦後、日本の捕虜虐待として非難されています。本当の理由は、白人が有色人種と一緒に肉体労働させられたことを非常な侮辱と感じたためです。現地から苦情が届いたので、東條さんは陸軍大臣として事務局からも軍医を派遣し、問題を起こした中隊長を軍法会議にかけ、また鉄道司令官を交代させています。ここで日本軍に徹底されていた不慮取扱要領の一部を紹介します。不慮とは捕虜のことです。不慮は博愛の心を持ってこれを取り扱い、決して侮辱虐待を加うべからず。また全兵士に配られていた先陣訓の抜粋です。先陣訓とは先陣、つまり戦場での訓戒です。そもそも先陣というところは天皇陛下のご命令をもとに皇軍としての進化を表し、つまり天皇陛下の軍隊としてふさわしい行動を取るようにという意味です。これは特別な重みがあります。本訓10、清廉潔白。物事を取り計らうには公正でなくてはならない。自分の行いを反省して神にも人にも少しも恥ずかしい点のないように心がけなければならない。昭和16年1月8日、陸軍大臣東條英機、東條さんの作です。中には規律に反し暴挙に出た兵士らもいました。彼らは当然裁かれなければなりません。それを日本軍全体がそうであったかのように宣伝する人たちがいたことは事実です。フィリピン戦でマッカーサーに勝利した本間中将は先陣軍から兵士を厳しく戒めています。しかし戦後、バタン半島事件の責任を取らされ処刑されました。また、南京攻略の松井大将は繰り返し規律を説いていますが、南京事件の責任を問われ処刑されました。共に人格者として内外から高く評価された人物でした。捕虜虐待は知らぬことで無念の一語です。皆様はいかがお感じになりましたか？次回のテーマです。東條英機の爆弾証言その3回目。日本の本当の戦いは迫り来る共産主義だった。チャンネル登録のベルマークとよろしければ高評価ボタンを押していただければ嬉しいです。本日は最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。日本を元気に。